今回も引き続きパラサイトバイオームについての動画をやっていこうかと思います。前回の動画では、モグラバを使って巨大なプールを作り、寄生虫たちの自然湧きを抑えることに成功しましたね。次は、モグラバプール内の建物や奇妙な植物のような物体を破壊して、その跡地に安全地帯を作りたい、とお話ししていました。今回の動画は、本来は、パラサイトバイオームによって生成された、奇妙な植物のような生成物や、幹線ブロックの建物群などを破壊して、聖域のような地帯を作ろう、という動画の予定だったのですが、今回は、そのための準備会、という位置づけの動画にしようかと思います。では具体的に何をするのか、というと、まずこういった奇妙な植物のような物体や、建物などは TNT などで、まとめて爆破しようかと思っているのですが、TNT などの爆破で破壊する前に、建物内に配置されているスポナーを、撤去しようかと思います。ロストシティの建物内に寄生虫のスポナーが、たくさん配置されているのですが、スポナーは TNT などの爆破によって、なぜか破壊できたり破壊できなかったりして、挙動がやや不安定なので、一旦手動でスポナーを破壊していくことにします。まあ、前回の動画ではモグラバで巨大なプールを作り、敵の自然湧きもかなり抑えることに成功しました。その中での作業になるので、まあ、そんなに難しいことではないでしょう。そんなに難しいことではないでしょう。この時までは、スポナーの撤去など、どうせすぐ終わると思っていたのですが。いてて。モグラバの外で敵が湧きまくってます。スポナーからも結構湧いてきます。外に出て敵の駆除を試みるも、アシュミレイテッドエンダードラゴンが2体はいたんだけど、さすがに2体同時に相手をするのはきつい。Dragons roar! Tyrants in the sky! いや、もうドラゴンは間に合ってます。あ、セントリーだ。ちょっとこいつの攻撃を被弾しただけで、足の防具が壊れそうだ。またセントリーです。月砲具が壊れる音がしたぞ。3、4発は被弾したか。危ねえ。めちゃくちゃ耐久が減ってます。また、作業に時間がかかってしまったせいもあり、ベコンやディスパッチャーが何体か、周囲に湧いてしまいました。なんかディスパッチャーが最終進化型になった音が、聞こえまくってるんだけど。このようにモグラバプールの中でも、敵の襲来の脅威は消えていませんでした。確かに自然湧きはかなり、少なくなりましたが、モグラバ外で湧く敵がこのように、ひっきりなしに襲ってくるからです。寄生虫の中にはかなり遠くからでもこちらを認識して襲ってくるやつもいるようです。それでもモグラバプールを設置する前よりだいぶマシになりましたが、決して楽な作業ではありませんでした。また、このように地面に湧いてくるセントリー、サイザー、ディスパッチャーテンタクルが、なかなかに厄介でした。セントリーは以前の動画でも紹介しましたが、防具の耐久を減らしてくる厄介なやつです。
2、3発も被弾するとこのように大幅に耐久を減らされます。サイザーはプレイヤーを掴み込んで、動きの自由を奪います。ディスパッチャーテンタクルは、モブを召喚する能力があるようです。建物内は狭く、退路を見失いやすく、身動きも取りづらいですが、サイザーによって掴み取られて、その間に複数の寄生虫たちに攻撃されたり、セントリーの攻撃にさらされたり、敵が連携プレイを発揮してくる場面も、結構ありました。セントリーの攻撃によって防具が破壊されると死の危険が大きくなります。また、このように倒しても何度も湧いてきます。セントリーについては、以前出した動画で多少解説してるので、そちらもよかったら見てくださいね。動画の URL は概要欄に貼っておきます。セントリーは、ベコンステージ3、ディスパッチャーステージ3以上の付近に湧きます。なので、近くに湧いていると思われる、ベコンステージ3、ディスパッチャーステージ3以上を、ある程度倒しておこうと思いました。前回の動画で、ベコンステージ4がモグラバが直撃して、燃え死んでしまった場面がありましたが、あのように、モグラバを垂らせば、容易に倒せると思いましたので、今回もモグラバ垂らし作戦で、挑もうと思います。あ、ディスパッチャーがいたぞ。モグラバ外の敵の攻撃が、すごく激しいです。モグラバ垂らすのも一苦労です。さあモグラバを垂らしてやるぞ。あれ、あんま効いてない。実はディスパッチャーステージ4は、前回の動画のベコンと同じように、てっぺんの赤い花の部分が弱点になっています。逆に言うと、この弱点に攻撃を当てないと、攻撃はほとんど通りません。先ほど垂らしたモグラバは、この弱点からわずかに逸れていたようでした。ちなみに、なぜか RL クラフトでは、ディスパッチャーステージ4の弱点となる、てっぺんの赤い花の部分がありません。ただ、大体、この辺りを攻撃すれば、弱点として機能するようです。何された？動画では間違えて水を飲んでますが、満腹ゲージが0になって完全に飢餓状態になってます。なんでいきなりこんななってんの？これはディスパッチャーが出す、古代ポットという攻撃の効果です。これが古代ポットです。ディスパッチャーが古代ポットを発射するときは、こんな音が出ます。とりあえず撤退します。こいつはもうモグラバ攻撃を学習してしまったので、もうモグラバはほぼ効かないでしょう。仕方がないので、ヌンチャクの近接攻撃で倒しましょう。前々回の動画でもお伝えしたように、攻撃学習能力に備えて、いくつか違う種類の武器を持っていくことにします。なので、前々回の動画で紹介した、
この3種類のドラゴンボーンヌンチャクを持っていきましょう。後で、この3つの武器を持っていったことを、かなり後悔することになります。うおー。案外普通に倒せました。さあこれでセントリーやサイザーの脇は、かなり抑えられたでしょう。スポナーの撤去作業を続行していきましょう。このように建物内に侵入して、まだ残されているスポナーを探し、見つけたら破壊していきます。え？ありのまま今起こったことを話すぜ。気づいたらなんか死んでた。何を言っているのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわからなかった。頭がどうにかなりそうだった。催眠術だとか超スピードだとか、そんなチャチなもんじゃ断じてねえ。もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ。すいません、死にました。久しぶりにこのワールドで死にました。アダプテッドアラクニドに、やられてしまったみたいです。15分くらい魂が抜け出たような状態だったのですが、冷静さを取り戻し、ちょうど録画もしていたので、なぜ殺されてしまったのか確認したいと思います。よく見ると、アダプテッドアラクニドは、ディスパッチャーテンタクルによって、召喚された敵のようです。アダプテッドアラクニドの攻撃力は、低くはないですが、ワンパンキルされるほどではないはずです。もう一回殺された場面を見てみると、こちらを見てください。リフレクキング、と書いてありますね。リフレク、と言ったらまああれですよね。攻撃を跳ね返すとかそういう系のやつです。このリフレクキングは、RL クラフト 2.9.2 で追加された、チャンピオンズというモッドによる能力です。チャンピオンズが追加されていたことは知っていたのですが、細かい能力については全く確認していませんでした。具体的には、受けたダメージの10から 50% を攻撃者に跳ね返す、というものらしいです。さっきは運悪く、50% くらい跳ね返されたのでしょうか。チャンピオンズの他の効果については概要欄に、リンクを貼っておきますね。この時装備していた終盤レベルの装備と同じものを作るには、相当コストがかかります。防具一式用のエンチャント本に、こちらのワールドだと、だいたい700個くらいのエメラルドが必要で、ヌンチャク1個に、だいたい300個くらいのエメラルドがかかります。経験値もヌンチャク1つにつき最低でも、100レベル以上は必要になってきます。防具は回収に行けばなんとか回収できるかもしれませんが、ヌンチャクはもうロスト確定です。今はあまり詳しく解説しませんが、RL クラフトの敵の中には、装備している武器をひっぺがしてくる敵がいて、それの対策として、カースオブポゼッション、というエンチャントをつけているのですが、このエンチャントをつけている武器は、死亡時に確定でロストしてしまう仕様だからです。つまり、この時に持っていた、フレームドラゴンボーンヌンチャク、アイスドラゴンボーンヌンチャク、ドラゴンボーンヌンチャクの3つは、確実にこの世から消えました。実は、ヌンチャク1つ作るのに、リアル丸1日はかかるのです。つまり、ヌンチャク3つ分の製作日数、リアル3日分が解けたことに、ちなみに防具一式を作るのも、だいたいリアル丸1日はかかります。これからさっきとっちらかした、アイテム回収に向かいたいと思いますが、
そのための防具や武器を作っていこうと思います。まあ、リアル数日はかかるでしょう。リアル数日後。さあ装備ができたので回収に行きましょう。お、ありました。防具はなんとか一式回収できました。他のアクセサリなども一通り回収できたようです。ただ、やはりヌンチャクは見当たりませんね。RL クラフトは序盤中盤は死にまくりゲームですが、終盤になってある程度装備が充実すると、死ぬ回数もかなり減ってくるでしょう。でもその分、万が一死んだ時の精神的ダメージは大きいのです。RL クラフトのラスダン、ロストシティ探索は、独特の比率機を楽しめますよ。話は変わりますが、最近、新しいRL クラフト、ドレゴラというものをリリースしましたね。まだあまり詳しくは確認していませんが、プロモーションムービーが、めちゃくちゃかっこいいので、RL クラフトを知ってる人も知らない人も、見てみることをおすすめしますよ。URL は概要欄に貼っておきますね。パラサイトバイオームっぽい場面もあったのですが、何か施設や高層ビルのような建築物もありました。バイオームも300個以上追加されているようなので、本当に冒険したくてたまりません。時間を見つけてちょっとずつ触れていこうかと思います。今回の動画はここまでです。次回ももう少し準備会の続きになる予定です。よかったら次回の動画も見てくださいね。もしよろしければチャンネル登録と、この動画が参考になったり面白かったりしたら、高評価ボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。